はい、皆さんこんにちは、高井です。今回はですね、AKB48 グループの研究生、そして研究生制度について話をしていこうと思います。最近は HKT48 では6研究生が正規メンバーに昇格しました。また他の48グループ、例えば AKB48 も第19期の研究生のお披露目があるなど、最近研究生という言葉を聞く機会が非常に多いです。そんな研究生という言葉を多く聞く中で、そもそも研究生とは何なのかと、研究生制度はどのようなものか、そしてその歴史について深く知りたいなと思いまして、今回この動画を作ることにしました。今回のこの動画では情報量が多く、ある程度まとまっている Wikipedia の情報を参考に皆さんと一緒に勉強していこうと思います。参考にするのは Wikipedia なので、情報が間違っていたりとか説明が足りない部分などもあって、説明不足なところもあるとは思いますけど、あくまでもエンターテインメントだと思って楽しんでもらえると嬉しいです。はい、それでは画面共有して、現在、研究生について、Wikipedia が出ていると思います。Wikipedia じゃなかったですね。Wikipedia を参照にします。研究生は48グループの正規メンバーになる前の段階のメンバーのこと、坂道シリーズにおける研究生、研修生についても説明すると書いてあります。そうですね。研究生というのは一般的にオーディションを通過して、最終合格して、正規メンバーになる前の一歩手前の段階のメンバーのことですね。次は概要について AKB48 では3期生までのオーディションに合格した者はレッスン直後に正規メンバーになることができたが、そうですね、3期生までは研究生ではなかったんです。いきなり正規メンバーでした。ただ4期生以降からは研究生制度というものが始まって、研究生から正規メンバーに昇格すると、そういった流れに変わりました。合格者は研究生として活動を開始することとなっており、レッスンや講演での経験を積み上げて運営に認められたものが、ここに正規チームへ昇格していくシステムとなっている。これは先ほど僕も説明したように、オーディションに合格したメンバーはとりあえず研究生となって、いわゆる下積み期間ですね。主に劇場公演が中心になりますけど、そこで例えばダンスとか、あとは MC、そういった経験を積み上げて、運営側に正規メンバーでも大丈夫だと認められたものは、それぞれチームに昇格していくといったシステムになっています。次、現在、すべての姉妹グループが同じ制度を採用しており、48グループの特徴の一つとなっているとあります。始まったのは AKB48 ですが、その他48グループ、例えば NMB、HKT、すべての姉妹グループにおいて全く同じ制度が導入されています。ただ一部例外はあります。後で説明をします。つまり現在行われている48グループのオーディションは、この研究生オーディションだと言える。オーディションを経て研究生となり、研究生を経て正規メンバーになるので、48グループのオーディションというのは、言い換えれば研究生を選ぶオーディション、すなわち研究生オーディションと言い換えることができます。正規メンバーへ昇格する者がいる一方で、昇格することができずに48グループを去った者も多数いる。そうですね。そういうメンバーもいます。HKT48 にも何人かいますね。国内48グループのうち NMB48 については結成時より研究生制度を導入しているため、一部メンバーを除き研究生からの昇格扱いとなる。これに関してですけど、ちょっと難しいというか、厳密には HKT48 も1期生は最初は正規メンバーではなかったんですよね。NMB48 については結成時より研究生制度を導入しているため、つまり1期生として入ってきたとしてもまだ正規メンバーではありませんよと。とりあえず研究生として入ってきて正規メンバーに昇格するといった流れだったそうです。HKT48 もいきなり正規メンバーとして入っているわけではなくて、ここの Wikipedia の記載は説明足らずかなというところです。JKT48 でも研究生制度が採用され、2期から5期までおよび10期生以降が相当している。なお4期生および5期生は研究生候補生として加入したってありますね。研究生候補生ってことは、研究生の前に研究生候補生という段階があったということですね。つまりオーディションを受けて、まずは研究生候補生となって研究生に
になって、そこから正規メンバーに昇格するといった流れを JKT の4期5期は踏んでるらしいですね。これは僕知らなかったです。なかなか面白いですね。研究生候補生っていうのがあるんだ。次、2018年4月の JKT48 アカデミー設立後、同等の位置づけとして6期から9期までの研究生及び研究生候補生はアカデミー生、中でも研究生は A クラスとかってありますけど、研究生候補生は B クラスに移行したが2021年3月に終了した。つまり今はやってないということですね。アカデミー生とかそういったものはやってないっていうことです。6期から9期までは研究生、そして研究生候補生のことをアカデミー生と呼んでいて、その制度が2021年まで続いていたということです。次、研究生は各グループのメンバーとしてカウントされる。そうですね。実際に HKT48 で例えると、2024年4月段階ではチーム H は16人、チーム K4 は15人、研究生は6人いるので、合わせると37人です。HKT48 のメンバーは何人かと問われると、今言った37人になります。研究生は現段階では6人いますけど、この6人もグループのメンバーとしてカウントされているということをこの文書に書かれています。一応正規メンバーではないとは言っても、グループのメンバーではあるという意味ですね。一方で、まだ研究生になっていないオーディションの段階ではまだメンバー扱いではないみたいです。研究生の活動は研究生公演への出演、正規チーム公演のバックダンサーや前座、アンダーなど劇場公演が中心。そうですね。研究生の活動というのは先ほども少し話をしたんですけど、主に劇場公演が中心です。経験とかスキルを積んでいくという流れになります。そのため、一般の知名度は低いが頻繁に行われている研究生公演のおかげで研オタと呼ばれる固定ファンも多い。これもそうですね。研究生は基本的にファンの人は多い傾向にあります。というのもファンの人自体が若いメンバー、特に入ってきたばっかりのメンバーを強く推す傾向があるので、なので今は例えば HKT48 は6期生が一番推されています。次は7期生が5月から入ってくるので、おそらく7期生にファンは流れると思います。そういった研オタと呼ばれる固定ファンも多いということになりますね。ちなみに一般知名度が低いというのは、確かに研究生はもちろんそうなんですけど、今は正直正規メンバーもそこまで一般知名度は高くないので、外での仕事があまりなくて露出が少ないので、一般知名度は正直今は研究生も正規メンバーもそんな大差ないかなと思います。むしろ研究生は劇場公演に優先的に出演させてもらえる傾向があるので、公演の出演回数は正規メンバーよりも多くなる傾向があります。そう考えると、研究生の方が経験を積みやすいという側面はありますね。研究生の場合はいろんなチームの公演に出演できるので、チームに所属している正規メンバーと比較するといろんな公演に出やすいというメリットもあるので、一概に研究生制度は悪いとは言えないんじゃないかなと思います。むしろ研究生の方が劇場公演でできることは多いのかなと思います。このような背景から、かつては研究生ながら正規メンバーよりも運営に押されるという逆転現象も一部で発生していた。これに関しては昔はそうだったのかもしれない。最近はもう一部どころか研究生自体が押されるという現象が起きてますよね。そもそも一部ではなく、研究生自体が最近は運営に押される傾向にあります。2013年11月に開催された第1回ドラフト会議では、新たなオーディション方式と育成メンバー制度が導入されたと。今後も研究生オーディションは開催すると案内されており、2つの制度が共存することになる。つまりドラフト1期生で新しいオーディション方式の制度、そして新しいオーディション方式と育成メンバーの制度が導入、あとは今まで通りの研究生の制度、この2つが共存すると書かれています。さらに2014年に入ると、チーム8、大人 AKB48、バイト AKB、ポスト山田7オーディションなど、研究生にこだわらない新たな採用形態も登場している。そうですね。チーム8もそうですし、あとは大人 AKB って懐かしいですね。AKB48 の番組に出ていました。あと、バイト AKB もありました。ちなみに HKT48 のチームK4のキャプテンの松岡花ちゃんは、このバイト AKB を経て、ドラフト2期生として HKT48 に加入しています。こういった新しい採用形態も登場したのが2014
2014年ということになります。2015年5月に開催された第2回ドラフト会議では、全員が正規メンバーとなった第1期と異なり、全員がチーム専属の研究生となることが発表されており、実際に加入直後は指名されたチーム好きの研究生であった。ここでちょっと説明するべきことがあって、第1回のドラフト会議で入ったメンバーはいきなり正規メンバーとしてグループに加入しています。つまり研究生時代がないんです。ただし、なぜかいろんな理由があったと思うんですけど、ドラフト2期生からは研究生からスタートすることになりました。ここにも記載があるように、チーム専属の研究生となることが発表と書かれています。研究生というのは先ほども話をしてるんでわかると思うんですけど、チーム専属のというのはどういうことなのかというと、ドラフト会議自体がそれぞれチームごとで欲しいメンバーを選ぶという採用形式なんです。例えば HKT でいうとこの HKT48 チーム H またはチーム K4、このチームに所属している正規メンバーがドラフト会議で欲しいメンバーを選んで、そのチームの専属の研究生としてグループに加入するという流れになってます。例えばチーム K4 から指名されましたとなると、チーム K4 の研究生として入るわけです。正規メンバーに昇格するときはチーム K4 に昇格するといった流れになります。ちなみにこの制度ですけど、実質的に機能していませんでした。その後 HKT48 がチーム T2 を結成した際に、ドラフト研究生が正規メンバーに昇格して同チームに所属することになったほか、 NMB48 でも2017年1月からの組閣体制では全員がチーム付き研究生となり、当時のドラフト研究生もチームを移動することになったため、実質的に形骸化したと書かれています。この部分が僕がさっき説明したところですね。例えば今村マリアちゃんはチームK4の専属の研究生としてドラフト2期生として HKT48 に加入したんですけど、実際に昇格したのはチーム T2 でした。当時のファンの人の意見としては、一部のファンの人は話が違うと言っていましたけど、ほとんどのファンの人はそこまで文句を言ったりとかそういったことはなかったです。当時のチーム K4、チーム H もそうなんですけど、メンバーが多かったんです。今こそ16人に達しないのが普通になってますけど、当時はどちらもメンバーは十分いたので、正直チーム K4 に昇格してもあまり出番は少なかったんです。むしろ新しくできるチーム T2 に入った方が活躍の場は広がるので、この件で文句を言うファンの人は意外と少なかったですね。2018年1月に開催された第3回ドラフト会議でもチーム専属の研究生となったとあります。ドラフト生は現在2024年段階では3期生までなので、今はもう合ってないようなものになってます。次、チーム研究生についてです。研究生が所属しているチームのこと。研究生は基本的に各グループ内のチーム研究生に全員所属することになり、研究生講演と呼ばれる講演を行うことがある。 AKB もやっていますし、 HKT も2023年10月から12月のわずか3ヶ月ではありましたけど、研究生講演をやっていました。かつて AKB48 においてはチーム A、チーム K、チーム B に続く第4のチームとも呼ばれていたが、現在 AKB48 ではチーム4、チーム8とチームが増えているため、この呼称は用いられない。またセレクション審査にはこのチームに所属するメンバーを選抜するオーディションの意味もあったが、現在は行われていないらしいですね。まず研究生講演。 AKB48 において研究生講演が開始されたのは2008年5月22日からで、当時の4期5期生研究生によって開始された。先ほども話をしたように3期生まではいきなり正規メンバーでした。4期生からは研究生からスタートしています。最初はチーム A 講演が行われる予定だったが、あまりにも休演者が多いことから急遽研究生のみの講演が行われることになり、それ以降研究生講演が演じられるようになったとあります。おそらくこの文脈的にはもともとチーム A 講演、すなわち普通のチーム講演が行われる予定だったんだけど、チーム A のメンバーが何かしらの理由で休むメンバーが多かったので、チーム A 講演そのものができなくなってしまったので、そこで急に研究生のみの講演をやることになったということですかね。そうなると研究生講演は最初から予定されていたものではなかったということになりますね。それ以降研究生講演が演じられるようになったとあるので、研究生講演の期限が初めからやろうと思っていたわけではなくて、偶然が重なって
して研究生公演が始まったということですかね。かつての研究生公演はオリジナルセットリストを持っておらず、正規チームのセットリストを借りて公演を行っていたが、 NMB48 研究生創造の詩人のように既存の楽曲を生かしつつ、創造の詩人といったオリジナル書き下ろし曲も交えたセットリストを持つものもある。研究生公演はダンスも MC もまだまだ未熟で不器用だが、それゆえ毎回確実な進歩があり、ファンに言わせるとアイドル育成ゲームを現実に楽しめるような雰囲気が魅力なのだという。研究生公演は確かに人気はそこそこありますね。チーム公演は毎回あまり大きな変化はないんですけど、研究生公演は何かと新しい企画を設けたりとか、公演のセットリストは同じなんですけど変化しているものが多くて飽きないという点でファンにとっては魅力的に映るということです。それにここには書いていませんけど、研究生公演は値段が安いので、そこも一つの魅力になっているのかなと思います。以上が研究生公演についてでした。次、昇格までの道のり。研究生となった者はダンスや歌のレッスンを受け、そして各チーム公演のバックダンサーを務めたり、正規メンバーが劇場外の仕事などで休演の場合、アンダーとして公演に出演する。時にはチーム研究生として研究生だけの公演も行うことがある。活動を続け、レッスンや公演での実力を運営サイドに認められれば正規なメンバーに昇格し、各チームに所属するシステムになっている。ただし一部のグループはチーム解消されている、もしくは結成されていないとあります。例えば HKT48 はチーム T2 は1回結成されているんですけど、2022年に解消されています。AKB48 の15期においては新たに仮研究生の存在が初めて明らかになった。仮研究生ってことは研究生の1個手前ってことですかね。先ほど出てきた研究生候補生みたいな立ち位置になるのかなと思います。なお、仮研究生はグループのメンバーの数にカウントされないらしいですね。研究生は先ほども話をしたようにグループのメンバーにカウントされます。ただ仮研究生の場合はグループのメンバーにカウントされないということなので、オーディションの段階と待遇はあまり変わらないのかなと、そういう認識でいいのかなと思います。昇格するまでの期間はバラバラで、早いものは2ヶ月以内、遅いものは5年以上研究生であったものもいる。昇格するスピードはそれぞれ違っていて、正規メンバーに昇格するためには運営側から認められないと正規メンバーに昇格できないので、当然昇格するスピードが速いメンバーもいれば遅いメンバーもいます。お披露目から正規メンバーへの最速昇格が東リオンの44日で、最も遅いのは松村香織の1958日、5年と132日であるとあります。これはもう有名な話で、 SKE48 に松村香織という本当にすごいメンバーがいたんですね。研究生頑張ったなって思いますよね。研究生期間が一番長かったので、終身名誉研究生の肩書きも持っていた時期があります。研究生で選抜総選挙17位という素晴らしい結果を残したメンバーでもありますし、次の年の選抜総選挙ではそこはもう正規メンバーだったんですけど、選抜メンバーに入っているので、48グループ1の苦労人であり、なおかつ結果を出したメンバーと言えると思います。次、セレクション審査。不合格者は強制的にグループ卒業となる厳しい審査があった。AKB48 の研究生を対象に定期的に実施されていたらしいですね。HKT48 では2期生がこの審査を受けていたんですよね。ファンの方にお披露目される前の段階でセレクション審査というものが HKT の2期生はあって、そこでさらにメンバーが絞られたんですよね。それが行われていたこともあったみたいです。ただ今は全く行われていないみたいですね。このセレクション審査は2012年8月に第6回が行われて、一度も行われておらず、14期以降はセレクション審査を受けることなく全員が正規メンバーに昇格していますということです。また前日のように採用形態が多岐にわたるようになったこともあり、有名無実化したと書かれています。有名無実どころかもう無名無実ですよね。ちなみに SNH48 でも中国の労働法制の関係から実施されたことがあるらしいです。研究生はいつ昇格できるのかもわからない状況で、いつ活動自体となってもおかしくないという綱渡り状態にも置かれている。メンバーはもちろん応援するファンにとっても極めてスリリングなポジションでもある。過去の一例を挙げれば、ある AKB48 の研究生は活動自体になったみたいですね。グループ内の立場は極めて弱いものであった。以後は研究生がグループを脱退する際には卒業行為など行われることはなく、際には運営からの報告すらなく、メンバーからの挨拶
拶もできずにあっさりと消えてしまうこともあった。これはアイドルグループあるあるですね。フォーティエイトグループはまだマシな方で、地下のアイドルグループだとこれが当たり前だったりします。フォーティエイトグループはそこまで多くはないんですけど、ただ実際にそういったこともありますね。現在ではグループ脱退の際には運営によってオフィシャルサイトなどで報告され、オフィシャルブログや Google プラスなどメンバーからの挨拶が行われるを配慮されている。研究生の中でも SKE 法での松村香織は異色とも言える存在である。これは僕がさっき語った内容ですね。2013年4月に SKE 法でと終身名誉研究生の称号を経て、事実上昇格することがない立場となり、研究生在籍最長記録を保持していた。しかし、ソロデビューに加え、翌年2014年の大組閣では AKB48 グループ研究生会長の役職を就任。さらには第6回選抜総選挙において17位にランクイン。研究生では過去最高順位ですね。言い換えると、研究生で総選挙で選抜メンバーに入ったメンバーは過去に一人もいないということです。正規メンバーとほぼ同等とも言える活動をしていたってことですね。その後、2015年3月26日に発表された春の人事異動でチーム K2 への昇格が発表。本人も昇格については悩んでいたが、3月31日正式に昇格が決定。お披露目から昇格発表までの5年132日はフォーティエイトグループ史上最も遅い記録であると。本当すごいなって思いますね。また派生として劇場支配人研究生も存在する。期限としては2013年1月の各グループの劇場支配人移動においてファンによる委任投票が行われた際、 AKB48 劇場支配人候補となっていた当時の SK48 の劇場支配人の方ですね、不信任となったため、不信任ってあるんだって、ダメって言われたんだね。で AKB48 劇場支配人研究生という形を取ったらしいですね。研究生制度ってメンバーだけではなくスタッフさんにも研究生制度って存在していたんですね。結局は劇場支配人として昇格をして普通に支配人になっているみたいですけどね。これもなかなか面白いですね。他にもシングルについては書かれています。全部言っていくともうキリがないので HKT48 だけ見ていこうと思います。まず HKT48 好き好きスキップ、記念すべき第1曲目のシングル曲ですけど、ここで当時研究生だった田島メル、友永美桜、淵上舞の3人が研究生でありながら選抜メンバーに選ばれました。備考欄にも書いてあるように48グループを通じてシングル楽曲初の研究生によるセンター、田島メルちゃんの子です。これはもう当時からファンを続けている人であればわかると思うんですけど、まあ荒れましたね。当時入ってまだ1年も経っていなかったので、しかも研究生が初めてのシングル選抜曲でセンターを務める。そしてその他2人のメンバーも研究生でありながら選抜に入ると、これは当時はまあ相当荒れましたね。結構アンチコメントとかひどかったです。メロンジュースは48グループを通じてシングル楽曲初の研究生によるダブルセンター、桜みんなで食べた当時研究生だったナコミクも入っています。控えめ I love you では栗原さえちゃんが研究生でありながら入っている。チェカラシカもそうですね、山下エミリーちゃんが研究生でありながら入っています。74億分の1の君へは松岡花ちゃんが入ってますね。またバグっていいじゃんでは当時4期研究生だったこの4人のメンバーが入ってますね。さすがに好き好きスキップの時ほどではないんですけど、それなりに荒れましたね。まだ当時は入って半年も経っていない段階だったので、そんな時に選抜常連と言われていた当時のメンバーが一気に抜けて、その穴にまだ入ってきたばかりの4期生がいきなり選抜に入ったってことで、それなりに荒れましたね。キスマチは天音と豊永亜希ちゃん、その後も研究生でありながら選抜に入ったメンバーがいます。最新シングルのバケツをかぶれでは渋井美奈ちゃんが当時研究生でありながら選抜メンバーに選ばれています。あとは研究生から正規メンバーへの昇格者と、これも HKT48 だけ見ていきます。2014年1月11日に秋吉ちゃんをはじめとした2期生メンバーが昇格しています。ここではほとんどの2期生メンバーが昇格していますね。そして1ヶ月ほど時間を空けて2月24日にナコミクが昇格しています。備考欄に書かれているように HKT48 最速昇格記録を持っています。ちなみに2番目に入るのは6期生の最上ななかちゃんです。また同じ日に HKT48 1期生が昇格しています。1期生と3期生が同じタイミングで昇格しているということになります。他にも先ほど昇格できなかった2期生がこの段階で昇格しているといった感じですね。さらにそこから2年以上
を空けてナコミク以外の3期生が昇格しています。2014年から2016年までのこの2年間は全く正規メンバーへの昇格発表はありませんでした。この2年が結構大きいですね。昇格まで2年半ほどかかっていますけど、当時の感覚ではかなり昇格するまで時間がかかっています。今でこそ5期生が昇格まで3年半ぐらいかかっているので、3期生の昇格するスピードが遅かったというイメージを持つ人は多くはないと思うんですけど、当時の感覚で言わせてもらうと2年半かかったというのはかなり遅い方だったなと思います。今と昔の時間の価値がだいぶ違うんですよね。昔、特に全盛期の頃はそれこそ劇場公演だけじゃなくて外での例えばメディア出演とかも多かったので、そのメディアに出れるかどうかがすごく大事だったんですよね。人気を上げる上でもメディアに出れるかどうかっていうのがすごく大事で、そのメディアに出れるメンバーは先ほども話をしたようにほとんどが正規メンバー、選抜メンバーだったりするので、この時期に研究生のままなのか、それとも正規メンバーへ昇格するのかで大きく環境が違ったんですよ。今は正直研究生も正規メンバーもメディア出演自体が減っているので、そこまで大きな差はないんですけど、ただ2014年とか15年ぐらいは HKT は全盛期の頃だったわけで、その時期に研究生なのか正規メンバーなのか、そしていかに早く正規メンバーに昇格するのか、これがかなり時間的にシビアな時期ではあったので、当時の感覚で研究生期間が2年半なのはかなり長かったなとは思います。それだけ研究生と正規メンバーに大きな差が、当時はあったということですね。また同じタイミングでドラフト2期生3人が昇格しています。ドラフト2期生は2015年に入ってきているので、約1年ほどで正規メンバーに昇格しています。昇格するスピードは比較的にドラフト2期生は早かったです。ちなみにドラフト1期生は先ほども話をしたようにいきなり正規メンバーだったので昇格という概念がありません。またドラフト2期生は HKT の中では珍しく同期が全員同時に昇格した期でもあります。ちなみに HKT の中で同期が同時に昇格できた期はドラフト2期生と4期生、ドラフト3期生のこの3つの期だけです。それ以外の期は全て別々に昇格しています。一部の5期生メンバーは昇格まで3年半ぐらい時間がかかっていて、備考欄に記載の通り HKT48 の中で最も遅い昇格記録を持っています。また6期生は最上七香ちゃんが一番早く昇格して、ナコミックに次いで2番目に HKT の中では早く昇格しています。その後は柳瀬玲也ちゃん、伊沢美優ちゃん、江口ココアちゃんが次に昇格して、その4ヶ月後にほとんどの6期生メンバーが昇格して、そして最近になって2024年4月7日に藤野ココアちゃんと井原杏奈ちゃん、大内凛香ちゃんの3人が正規メンバーへの昇格が決まっています。あとはこちら正規メンバーから研究生の降格者もいますね。理由としてはスキャンダル、不祥事に対する処分の一環だったりします。あとは学業に専念するためもあったらしいですね。理由が明確にならずに降格になる場合もあるらしいです。過去の降格例については国内各グループにおいては2019年の段階、情報古いんですけど AKB と SK、NGT で研究生の降格事例が出ているみたいです。NMB と ST はないらしいですね。HKT も2024年の段階では降格したメンバーはいません。過去の研究生降格例などがあって、気になる方は画面止めてもらってみてください。はい、それでは研究生について話をしてみました。いかがだったでしょうか。最近はですね、時代も変わって、そもそも研究生制度って必要ないんじゃないかと意見を持つファンの人も増えています。確かに一理ありますけど、今回研究生の歴史とか、あとは制度について調べていくと、やはり研究生制度というのは必要なのかなと思いました。実際に過去の事例としてドラフト1期生のメンバーはいきなり正規メンバーに昇格した事例がありましたけど、ただドラフト2期生からは研究生を経て正規メンバーに昇格する過程を踏むようになったので、研究生の期間はどうしても必要なのかなと思います。このあたりはファンの人には見えないところだと思いますし、プロが判断をする必要があると思うので、その判断をする時間とかメンバー個人の能力的な問題とか、あとはグループの都合などもあると思うんですけど、総合的に判断してやはり研究生制度は必要なのかなと個人的には思いました。今回は法程度グループの研究生制度について皆さんと一緒に勉強することができました。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。はい、それではこれでこの動画は終わりです。ご視聴いただきありがとうございました。